皆さんこんにちは、近藤美蔵です。先日、動画のコメント欄にいただきましたご質問に、今日はお答えしたいと思います。皆さんも知りたいツインデーの出会いの時期や統合までの期間、そして結婚について。これはこれまでに約3000人以上のツインデーのセッションを繰り返してきた中での統計から見えてきた傾向になります。それではシリウス中継スタート。ツインデーは40歳前後で出会うことが多いと言われていますが、それはあくまでも平均的な年齢で、実際には20代や30代で出会う人もいれば、50代や60を過ぎてから出会う人もいます。また、相手と年齢差がある場合、二人の年齢を足して2で割ったら40前後になることもよくあります。お互いに20代で出会うこともあれば、お互いに50代で出会うこともありますが、その場合、統合までの期間に差が出る傾向にあります。ここで言う統合とは、現実的に二人が一緒に生活をしたり、それに準じた状態になることで、現実的な意味での統合です。再会しなくても、意識だけで統合が完了する説があるようですが、私はそれに関しては否定派です。その理由は、この地球が三次元であるから。もし意識だけで統合となるのであれば、それを三次元で体験する必要はないと思っています。ツインデーは肉体を持って生まれ、肉体を持って出会い、肉体を持って愛し合い、そして肉体を持って別離を体験します。統合とは別離した二人が肉体を持って再会した後、お互いの愛を確認して、意識の統合を得てから起こります。先日もお話ししましたが、サイレントの間に統合したり、二人が現実的に愛し合っていないのに統合することはないと思います。結婚して籍を入れなければ統合にはなりませんかというご質問を受けることがありますが、ツインデーは必ずしも結婚という形を選択するとは限りません。その理由は、ツインデーは次なる時代の愛のあり方をこの世界で先導する役割を担っているからです。新しい愛を先導するツインデーが、これまでの地球の古い愛の形を選択する必要はないと思います。しかし、お互いが籍を入れることを望んでいたり、そうしなければならない理由があって結婚することもあります。籍を入れるかどうかは、あくまでも自由意志の上にあると思いますが、ツインデーが籍を入れた場合、従来の結婚の形や常識にとらわれないあり方になると思います。ツインデーが統合するまでの期間は、平均して約15年から20年くらいかかることが多いです。しかし、出会いの時期によってその期間は変わりますし、ずっとサイレントというわけではありません。あくまでも
一緒に生活するまでの期間になります。双方が20代や30代の若い頃に出会っている場合、統合するまでの期間は長くなる傾向にあり、双方が50歳を超えるようなある程度の年齢になって出会っている場合は、統合までの期間が短くなる傾向にあります。特に若くしてお互いが独身で出会っている場合、サイレントの間にどちらか一方や双方が別の人と結婚することもよくあります。別の人と結婚をして出産や離婚を得てから再会して一緒に生きているケースを私もいくつか存じていますが、その場合、出会いから統合するまで20年以上かかっています。その理由は、今世クリアしなければならない課題を双方がクリアした状態でなければ統合することができないからです。例えば、子育てという課題が未完了の状態でツインレイと出会っている方も多いと思いますが、子育てを完了しなければ統合には至れないということです。子育てに限りません。本人がクリアしなければならない課題は、例えば親のことであったり、自分自身のことや仕事のことなどである場合もあります。逆に言えば、それを中途半端に投げ出して一緒になった場合、その相手はツインレイではないかもしれません。そう考えると、必然的に統合の年齢はある程度の年齢になってからということになります。早く一緒になりたい気持ちは十分に理解しますが、ツインレイの場合は早ければ良いというものでもありません。すべてをやりきった二人が最終的に一緒に生きること。それが一番美しく、一番幸せなあり方だと私は思います。以上です。ツインレイが統合するまでの期間を聞いて、そんなに待てないと思う方もいらっしゃると思います。もちろん私もそうでした。1年でも1日でも無理だと思いました。しかし気がつけば出会いから10年近くが過ぎて、私は50を過ぎてしまいました。私たちはお互いに愛し合い、現実的に向き合っていますが、それぞれの課題を完了するまで一緒にならないと決めています。私の場合、彼とは離婚してから出会い、子供はすでに成人していますが、課題は仕事にあります。今の働きを私が納得するまでやりきってから、二人の社会の働きに向かいます。二人の未来のためにも、今の私の働きを私が責任を持ってやり遂げる必要があるのです。ツインレイの原初の情報にもあるように、意識の統合に至れば、現実に一緒にいてもいなくても、どちらでも良くなってきます。それはお互いに精神的に自立していることと、相手の自由意志を尊重しているということ、そしてやがて時が訪れることを知っているからです。ツインレイの道は焦りが出ると苦しくなります。二人の運命は天に預けて、
時間がかかることを前提に、どっぷりと腹をくくって、今自分がやるべきことに向き合っていたら、案外思っていたよりも早く統合が訪れるかもしれません。今日の話がツインレイの道を歩む皆さんの心のサポートや励みになればとても嬉しく思います。それではシリウス中継を終わります。